こんにちは、ペンタロウです。長距離ツーリングの強い味方、ツアラーバイク。走り続ければ夏でもなんとかなるかもしれないミドルに絞って紹介します。スズキ SV7GX。スズキの 645cc クロスオーバーモデル。元は SV650 でエンジンとフレームをアップデートしての登場です。実質マイナーチェンジしつつアドベンチャー方向への派生モデルというくらいの変更度合いなので、もともと SV の乗り味が好きな人は満足度が高そうです。SV の V ツインエンジンをベースに排ガス規制対応による変更が加えられて電子制御スロットルに進化しています。合成バランスを最適化したフレームと合わせて現代的に正常進化といったところでしょう。スクリーン、キャリア、ナックルガードが標準装備されているのでこのまますぐに旅に行けそうです。動画配信時点では発売前ですが、ツアラーとして活躍してもらうには SV で言われていたケツ板度合いがどれくらい軽減されているかが肝になるかもしれませんね。ホンダ NC750X、 大型二輪教習車にも採用されている NC750 系、現在は充実装備の X のみのラインナップになっています。このバイクはエンジンが独特でコンパクトカーのフィットのエンジンをベースに開発しているそうで、おかげでトルク特性が普通ではなく低回転トルクが極度に充実していて、100キロ走行時のエンジン回転数が3200回転とトップクラスの低回転レベルです。回転数が低いほど振動も少なく燃費も良くなるのでツアラー目線ではとても優秀ですね。さらに高くなったとはいえ99万7700円と競合に比べるとだいぶ安く、そんじょそこらの 400cc クラスより安いというコスパマシンとなっています。好みに応じてマニュアルモデルと DCT モデルが選べるのもありがたいですね。通常燃料タンクがある場所はヘルメットも入る荷物スペースになっていて、 DCT なら見た目以外はスクーターといっても良さそうな仕立てです。ホンダ XADV、 そしてこちらが NC の真の姿かと思えるスクーター的モデルの XADV です。エンジンとフレームは物自体はおよそ同じですが、エンジンセッティングや各種駆動系装備の違いもあり、乗車姿勢その他も違うので完全に別物と思って良いでしょう。ブレーキやサスペンションも NC750X よりコストをかけているようで全体的にレベルアップしている感があります。ただしお値段150万円弱と NC750X の 1.5 倍なのはムムムっとなりますね。今年は年間販売計画台数が800台でしたが、およそ注文受付は終了しているようで、欲しい人はまた来年モデル待ちになるようです。ヤマハ TMAX560、 XADV を出すなら TMAX、 こちらは 561cc のビッグスクーターです。何でもスポーツと言いたがるヤマハなので、キャッチコピーは成熟するオートマチックスーパースポーツだそうです。2気筒エンジンですが360度クランクというやや珍しいレイアウトで、水平方向の往復式ピストンバランサーを組み合わせて振動を抑えているそうです。 XADV はクラッチ2つの DCT ですが、 TMAX はスーパーカブと同類の遠心クラッチを採用しています。そのおかげもあってか車重が220キロくらいと XADV の237キロより軽くなっています。川崎忍者650、現行は値上がりしつつも107万8000円で収まっているフルカウルモデルです。スポーツ系ではなくツアラーに全振りしていて、直立に近い乗車ポジション、ラバーステップ、 ETC 標準装備など価格を含めると今の最適解に思えてきます。設定が古めのまま細かいアップデートで生き続けていて、競合他社のモデルに比べて旧世代感はありますが、その分値段も抑えられているのでこれはこれでありがたい存在です。ツアラー向けのオプション装備も充実していて、トップケースとサイドケース、巨大スクリーン、ケツ板と足の痛さを軽減できそうなハイシートと至れり尽くせりです。ただ先ほどお話しした通り設定が古いことで電子制御スロットルではないのでクイックシフターなどもありません。クルコンもないのでこれらの装備必須の人には NG になりますが、物理でいけるさという人には気にならないと思います。川崎ベルシス650、忍者650の兄弟のような存在で、よりツアラー感のあるマルチパーパスモデルです。メーカーによってクロスオーバーとかマルチパーパスとかアドベンチャーとかスポーツツアラーとかいろいろ呼び名がありますが、明確な定義はないので雰囲気これっぽいということで理解して良いと思います。アドベンチャーやマルチパーパスというとフロントタイヤは大きくないとダメだろうとか、ブロックタイヤじゃないと思う人もいると思いますが、皆さん呼びたいように呼んでください。ベルシス650の価格は116万6000円と忍者650より8万8000円プラスですが、大きな装備の違いなどはないのでスタイルで選んで問題ないと思います。スズキ GSX-8R、 スズキの 775cc フルカウルスポーツバイク GSX-8R、 スポーツバイク設定ですがツアラーとして捉えてもとても優秀です。価格は年々上がっていて124万3000円です。この完成度ならまだ他と比べて割安かなと思いますが、そろそろ価格相応と感じるところに近づいているでしょうか。電子制御満載で現代の大型バイクの標準くらいの進化度合いですが、クルーズコントロールはありません。クルコン必須という方も
一定数いらっしゃるので、そういう場合はヤマハかホンダかミドルより上のカテゴリーに行くかという選択になりますね。一応後付け社外品のクルコンパーツはあるらしいです。サスペンションは電子制御ではないものの、下手な電子ものよりフィーリングが良いかと思うくらい、このクラスとしてはかなり良いです。ツアラー全振りモデルには快適性は叶いませんが、8R は建前上サーキットも走るぞ設定で、スポーティーに走れてかつ路面ギャップも綺麗になすセッティングなので、長距離を移動して山道を走ってまたのんびり帰るなどバランスよくこなせるので、幅広い活躍ができると思います。夏そこそこなんとかなるミドルたちですが、 GSX-8R はちょっと厚めなのがネックです。ただ少しずつ改良が入っているという話も聞くので、だんだん厚さは軽減されていくかもしれません。メーターにナビがないのとステップがラバーではないところがツアラーとして見ると惜しいポイントです。割と大きく重量も軽量系ではないので、日常の扱いやすさは体型によるでしょう。ペンタロンの175センチまた下82センチではおよそいい感じですが、長距離連続走行していると足がほんのり窮屈に感じてきます。それ以外にネガティブのない紙バイクと個人的には思っていますが、人によっては欠点がなさすぎて物足りない、扱いづらいことを克服してこそバイクだと感じるかもしれませんが、そういう変態さんはヤマハに駆け込んでください。音はアイドリングなどは結構静かで、おかげで早朝も気兼ねなく出かけられます。音量が物足りない人は Z900RS か CB1000F あたりを選ぶとご希望通り激しくうるさいのでおすすめです。続き V ストローム 800、GSX-8R の仲間でアドベンチャーツアラーです。本気のアドベンチャーを突き詰めた V ストローム 800DE とオンロードセッティングの無印 V ストローム800が用意されています。価格は DE が税込み139万7000円、無印が130万9000円なので GSX-8R より少し高いです。基本性能は同じなのでスタイルで選んで問題ないと思いますが、ディメンションも違うのでこだわるなら試乗して比べてみてください。ヤマハテネレ700、 V ストを持ってくるならこれもということでヤマハのテネレ700です。鈴木の V ストがあくまでオンロードアドベンチャーと歌っているのに対してヤマハのテネレは本格オフローダーを自称しています。確かにヤマハらしいガチ変態系ですが、積載部品が充実していたりコンフォートシートもあったり、メーターに Google マップの簡易ナビが映せたりと、スパルタンな感じではなくアドベンチャーツアラー的に使ってくださいねという優しさを感じます。スクリーンとハンドガードで風も和らいで、高い車高からの見晴らしも良く、旅バイクとしても割といけます。ちょっと過酷な道に迷い込んでもなんとかなりそうな安心感もいいですね。ホンダトランザルプ、テネレを持ってくるならこれもとホンダ XL750 トランザルプ、こちらは CB750 ホーネットをベースにアドベンチャー方面に持っていったモデルです。よくテネレと比較されますが、テネレはオフロードフレームのガチオフモデルなのでアフリカツインと同類です。トランザルプはオンロードフレームなのであくまでオンロードアドベンチャーマシンとして鈴木の V ストロームと同類とするのが妥当です。それなりに仕事をしてくれるスクリーンと豊富な積載オプションからツアラーとして十分活躍してくれると思います。現行は E クラッチモデルのみになって利便性がより上がりました。ヤマハトレーサー 9GT、 ちょっと大きめ 888cc のヤマハトレーサー 9GT、 無印が159万5000円、 GT プラス YAMT が198万円です。ミドルでは排気量が上の方なので他に比べてちょっと高めですが、トレーサー 9GT 無印はこの価格帯にして夢の電子制御サスペンションを搭載しているので、そう考えると異常な安値だったりします。 GT プラス YAMT の方は自動変速のほかアダプティブクルーズコントロールも搭載しています。アダプティブクルーズコントロール搭載車はバイクにはまだ少ないので、これ目当てで買いに来るという人もそれなりにいるそうです。川崎 Z900RS カフェ 945cc は一応ミドルにカテゴライズされるようなので、意外にツアラーいけるぞのモデル川崎 Z900RS カフェを紹介します。ビキニカウルがついたモデルで、シートも標準モデルとは違い厚みがあってシート高が上がっています。標準モデルのシートは海外のローシートが付けられているので、無理やりえぐったケツ板まっしぐらシートですが、カフェのシートはローシートではないので体に優しいです。オプションハイシートよりシート高は低いですが、程よい前傾姿勢もあって体全体の疲労は身長にもよりますが比較的うまく分散されやすいと思います。 Z900RS は売れに売れて売れすぎたモデルなので社外品パーツも豊富です。そのため積載でも何でもやりたいようにカスタマイズできるので、自分なりのツアラー仕様にアップデートするのも楽にできるところが魅力です。ホンダ NX400、 こちらは 400cc ですが海外では 500cc で実際の車格はミドルと言っても良いでしょう。価格は111万1000円です。アドベンチャー感のあるパッケージングで大きすぎず重すぎず、取り回しの負荷も課題ではなくバランスが良いのが特徴で、大きめのスクリーンが頭まで風をカットしてくれるので高速道路走行なども負荷が減ります。
かなり上の方まで風をカットするので、身長によって頭の上の方に風が集中して風切り音や局所的な風圧に悩まされる場合もあるので、相性は実際に確認することをお勧めします。ホンダ CBR400R、NX400 とファミリーを形成する CBR400R はフルカウルながら姿勢が直立に近く、川崎忍者650と同じようにツアラーとして活躍できます。価格は黒が99万9900円、赤が108万9000円と以前より結構値上がっています。 400cc にしては車重があり、消耗品コストも 500cc 相当なので、やや割高感があるところが惜しいところですね。忍者650の方が ETC も標準装備でお得感はありますが、 CBR400R は E クラッチがあるので長時間走行や渋滞などの落差では勝ります。値上がり率が高かったのでびっくりはしますが、ツアラー性能は E クラッチでかなり上がったので、その目的なら決してコスパの悪い選択でもないですね。ちなみに 650cc の CBR650R の方はツアラーではありません。ガチガチではないもののガチ前傾でガチスポーツ寄りになっています。ホンダ CBR400R4、そういえば CB400 スーパーフォアの新型が発表されましたが、先代にはハーフカウルの CB400 スーパーボルドールがあって、高速道路などもある程度快適に走れました。新型にはフルカウルの CBR400R4 があるので、こちらのツアラー性能を推測していきましょう。スクリーンもほどほどにあって風を一定レベルでカットしてくれるので良さそうです。乗車姿勢については数値が大きいほど首や背中が砕ける前傾率を測定してみました。身長175センチで 41.2%、160センチで 49.7% とそこそこ前傾です。 CBR400R より 10% 前傾になるのでハードめ、 YZF-R3 よりも 5% 前傾でやはりこれよりハード、 ZX4R がおよそ同じ水準です。ただしステップが ZX4R より 2,3 センチ低いようなので、足はかなりこちらの方が楽でしょう。全体的にツアラーというのはちょっとという乗車姿勢のバランスになるので、ガチスポーツ系の中の優しい方くらいに思っていると良さそうです。ツアラー性能を重視するならおとなしく2気筒の CBR400R が安全ですね。またはネイキッドモデルの CB400 スーパーフォアにスクリーンをつけたり積載部品をつけたり武装していった方が良いでしょう。ただしこちらはニューモデルのため純正部品も少なく、今のところ選択肢があまりありません。今後社外品が色々出てくると思うので期待して待ちましょう。またツアラーに最適な新しいモデルが出たら紹介しますので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイポーお願いします。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話90円のメンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。